ニットの卒業生の、手塚さんが営んでいらっしゃる主演さらしなにお邪魔しました。手塚さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも声掛けありがとうございます。インフィニットの卒業生で飲食店といえば手塚さんですいやいや、そんなことないですそうよ。私もね、プロコース終わった後の分析テイスティングコースでね、ずっとご一緒させていただいてたんですけどもね。はい。手塚さんすごいインフィニットに入られたのってすごい前ですよね。長いですよね。そうですね。もう10年ちょいぐらいになるのかなっていうぐらいですね。すごい長いですね。はい。まあそう、今思えばそうですね。本当にこう、フル株メンバーっていう感じでね、今も続けてくださっている。はい。変わらずお世話になってます。ね、本当にありがたい方たちなんですけれども。で、まず、このお店、主演さらしなさん、私も数回お邪魔したことがある美味しいお蕎麦屋なんですけど、まあ70年ちょいのボイトでやってきたお店で、まあ川崎市が推進する学生理事業を経て、今、2023年4月に、こちらののぼりとゴールデン街にオープン、再出発をしたというところです。はい。なのでまだ移ってからは2年半ぐらいなんですけども、まあそこに至るまで経緯がいろいろありまして、まあこれといった代替わりのタイミングというのはなかったんですけど、まあ私が蕎麦打ちの修行から帰ってきた後に、まあ親父といろいろ喧嘩しながら、ちょっと学んできたことをいろいろ取り入れてきて、でまあ料理の方もちょっといろいろとやりたいなということで、まあ最初はそこからだったんですけども、まあいろいろこうお店のピンチも経験して、その時にもう一つ何か軸が欲しいと思った時に思いついたのが日本酒だったんです。はい、で、まあ今はその日本酒に特化した蕎麦屋という形で、まあ、日本酒のファンの方、常にこういつも飲むような方、その他にもちょっと興味があるけど、いろいろ教えてほしいという方もいますし、まあそういったニーズに応えられてるかなというところですね。すごい、そうなんですね。確かにお蕎麦屋さんにしては品揃え豊富ですよね。そうですね。多い方だと思います。ね、国流推しですよね。お蕎麦に合いますよね、国流さんの最高ですね。大ファンです。インフィニットの姿向上もね、国流推しですもんね。そうですね。そうですね。本当、主演っていうね、お店に名前がついてるくらい、お酒もしっかりともう知識もあって、ね、お出しするっていう、なかなかそういうお蕎麦屋さん少ないかなと思いますよね。手塚さんが、インフィニットに入られるきっかけみたいなのって何だったんですか？もともと最初はその日本酒を取り入れようと思った時に何も知識持ってなかったので、まずは利き酒師というのを取りに行こうというふうに思いついて。一旦皆さんそこ行きます。そうなんですね。私もそこ行きました。もう非常に、登竜門というか、基礎的なところを教えてもらいに、私の場合は SSI がやっているところに、2ヶ月で4回通うコースに、まず行ったんですね。で、そこの4回の講座のうち3回が今の、菅田先生だったんです。そうだったんですね。そうなんですよ。はい、そこが出会いですね。はい。で、まあ、そこを卒業をするときに、そのインフィニットっていう、個人的なスクールがあるというのを聞いて、ますます興味を持って、もうすぐに手を挙げたっていう感じですね。任せてください。そういうきっかけだったんですね。そうですね。はい。そうなんだ。もともと SSI って大きい団体で、利き酒師を取られる方いっぱいいて、で、国際利き酒師もあるし、作家賞もあるでしょ。その他に日本酒学講師っていう資格もあって、なんとなく、その、なんだろう、資格ホルダーみたいなね、感じの人は、そっちを進まれるのかなと思うんですけど、あえて、その菅田先生が個人でやってらっしゃるインフィニット酒スクールに行ってみようって思った、なんかこのきっかけというか、一番のポイントは何だったんですか？そうですね。やっぱその利き酒師を学ぶ中での、その菅田先生の教え方とか、まあ、理論立ててるところとかに非常に私共感を得て、で、やっぱその、こうだからこうみたいなやつを、もうもっとより深く知りたいなと思ったので、本当にすぐに興味を持ちましたね。だからその SSI さんがやってるその上位資格よりも、すごく興味を持って、はい、希望したって感じですね。確かにね、その、菅田先生の教え方って、一般的にこう言われてるからこうではなくて、ちゃんと、こういう理由があるから、こういう働きがあって、こうなんだよっていう、聞いたことに対してめちゃめちゃクリアですよね。そうなんですよね。だから、情報に深みがすごくあるかなっていうふうに思ってて、それはもう今はすごく役に立ってます。このインフィニットで学ばれた経験はお店の方に役に立ってますか？もちろんです。ものすごく役に立っていて、例えば、その、日本酒に関する知識量って人それぞれ違うと思うんですけども、そういったその、お客様それぞれに合った、その、アプローチというか、情報提供とかができるのが、その、まず一番大きいですね。だから、お客様が求めてる情報っていうのが、もうピンとくるようになったんで、はい。この方には、こうやって、説明してあげたら伝わりやすいかなとか、もう一つ大きいのが、例えば、このお酒の特徴を形容するときに、昔は全くできなかったんですけども、こういう味、こういう香り、こういうテクスチャー、これを端的に短い文で伝えられるようになりました。それはめちゃくちゃすごい役に立ってますね。それが一番難しいですよね。かなり難しかったんですけど。そう、多分ね、今、世の中で日本酒に関わるお仕事をしている人っていっぱいいると思うんですけど、多分そこにつまずいてる方すごい多いと思っていて、正直、
これも黒龍、これも黒龍、これも黒龍だから、全部黒龍味なんですよね。そうなんですよね。そう、その中で、じゃあ、これはこの2つに比べてどうなのっていうのが、なかなかこれ言えないんですよね。そうなんですよ。その差を説明しやすくなったっていうのがありますね。そうなの。正直日本酒ってワインほど差が少ないんですよね。だからその中の特徴とかっていうのを的確にこう把握できるっていうのはもう本当に大きな強みですよね。そうですね。まあそういうのができると、本当にこうご自身でもこう自分で新しく考案した料理に対してこのお酒が合いそうだとか、こうパッと浮かびそうですよね。そうですね。ラベルにその細かいスペックとかが書いてあるとなおさらとりあえずあんまり見なくても飲んでみなくてもこの料理に合いそうだなみたいなイメージは湧くようになりましたね。すごい。それね、結構インフィニット製の特徴でもありますよね。そうですね。スペック。スペックさえ見れば、味の想像がかなり正確にできるっていうのが、すごいですよね。その当時通い始めた時に、姿先生に、スペックを理解すれば、見ただけで味わいが理解できるようになるよって言われたんです。で、当時そんなことを思ってなかったんで、本当かと思ったんですけど、でも、テイスティングとそのスペックを考えることを繰り返すうちに本当にできるようになったんですよね。なるんですよね。なるんですよ。これが不思議で、本当に。私も最初の3年間ぐらい、私には多分利き酒とか無理だと思ってたし、何言ってんだと思ってたんですけど、これがある日から、なんか、スペックから味わかるとか、あと、先生の弾く棒線から、スペックを想像し、味に結びつけるっていう逆算もやりましたよね。やりました。そう、あれはすごい勉強になりましたね。はい、そうですね。日本酒とだけ見ると、結構こう甘い辛いを、そのサンドによって騙されたみたいなのがいっぱいあるんですけど、そう、インフィニット製の特徴として、きちんとスペックさえ出ていれば味の把握ができるって、これは素晴らしいことですね。気になった人はスクールしてね。だから今考えると、めちゃくちゃ役に立っていることいっぱいありますね。その一つだけじゃないですね。飲食店でお客様に伝えるっていうことに関しては、すごくいろんな方面から、役に立った感じですね。それは嬉しいお言葉をありがとうございます。インフィニットで仲間たちも結構ね、古い仲間とか、いまだにね、仲良くして、楽しく飲みに行ったり、お店に来てくれたりとかっていうね、つながりも多いですしね。そうですね、そういったつながりもね、大きいですし。じゃあもうこれからも末永くこちらこそ通っていただければ大変ありがたいなと思うところでございますけれども。どんな人におすすめ？やはりその日本酒を扱いたいと思っている飲食業の方にはもう特におすすめですね。もう先ほども言ったんですけど、お客さんへの説明が何よりの信頼に変わるので、ここはやっぱ少しの知識でもプラスした方が、絶対損はないと思います。はい、ある程度ね、分かっているお客様から見て、この人適当なこと言ってるなとか、実はすごい知識持ってるなとかって、こうちょっと分かるところじゃないですか。その辺で言うと、すごくこう自信を持って、おすすめできたり、ご説明できたりっていう風になりますよね。そうですね。ちょっとしたこのワード、例えば、船絞りって何とか、そういったところだけでなくて、結構こう、これがたまにあるんですけど、結構上から来るお客さんとかって、そういう方に対して、どうやって言ってあげたらいいかなとか、そういう、対処法みたいなのを、すごい身についてまして、例えば、やんわり、ちょっとだけかぶせてあげるとか、すると、おってなるんですよね。安田さん優しいから、なんだろう、こう、相手を潰さずに、ふわっと立てながら、ふわっと訂正するのが、上手なんだと思います。そう、私目は。でも、はっきり言われたい人がいると思うので。なんかね、もうね、いや、もうやめとこう。やめとこう、やめとこどう。うだろうな生半可な気持ちで来てもらっても全然大丈夫なんですけど、なんだろう、短期集中講座みたいなものではないので、要は、2回くらい行ってみようかっていうのでは、なんか結局何やったんだかわからなかったになっちゃうかもしれなくって、手塚さんは始めてから、わかるっていうところに落ち着くまでどれくらいかかりました？そうですね。なんかテイスティングもそこそこ、方向性間違わなくなったよとか、あと言ってることに何言ってんだか分かんないみたいなことがなくなって、ちょっとこう自分もそのステージに乗れたみたいな感覚を持ったのって始めてからどれくらいですか？テイスティングにちょっと自信がついたなっていうのは、
2、3年ぐらい経ってからですかね。うんでも香り僕そんなに得意ではなかったんですけども、ある時から、あ、ここが違ったんだっていうのが、不意に分かるようになるんですよ。ただ、その時点よりも、やっぱ長くやった方が、より分かるようになるんですよ。それはだから継続の力っていうのかな。そういう時間はありましたね。そうすると、まあ、ご自身ではそこまで、例えばめっちゃ鼻が利く方だとは思っていなくても、続ければ鼻が順応して取れるようになるみたいなことですよね。そうだと思います。私も最初は、難しいな、いつも難しいなと思ってて、アミノ酸ってどうやって取るのかが全くわからないなで、あと、アルコール度数もしょっちゅう間違うなっていうのから、なんか、あ、わかったっていうふっとした瞬間があって、それがちょうど本当に3年目ぐらいのところだったかなとは思うので、という感じなので、なんか、もし本当に、ものすごく日本酒のプロフェッショナルになりたいっていうんであれば、3年くらいを考えていただければ、間違いなくそうなりますって、比較的お約束できる感じですかね。ただ、1、2回じゃちょっと難しいかも、ですね。それはなぜかっていうと、終わりがないんですよね。終わりがないですね。先生が提供してくれる情報に終わりがないんですよ。それすごいですよね。それすごいと思います。先生の方も常にアップデートされていて、その日本酒を取り巻く常識であったりとか、あとは新たな研究によって分かってきたこととかっていうのを、先生自身もアップデートされているので、それを常に教えてくれるっていうのもあるし、あとは、やっぱり、真剣に向き合ってテイスティングをするのと、お家で何種類か並べてテイスティングするのってちょっと違くって、やっぱり集中できる環境でテイスティングをするっていう、そこがすごく、インプットされるんですよ、自分に。だから、通うのをやめたら、もう、なんだろう、対価しかないかなって思っちゃって、なので、私も中の人になりつつ、まだ通うという。他にも、例えば、それこそ日本酒学講師をお持ちの方でも、酒ディプロマーをお持ちの方、それから WSET のレベル3をお持ちの方とか、そういう方たち、あとは、ソムリエの方とか。で、その方たちも続けて通ってらっしゃいますし、あと、なんなら、酒蔵さんにお勤めの蔵人さんとかも、理論的に知りたいって言って来たりとかするのは、まあ、そういうところなんでしょうね。今日おすすめのお酒みたいなのあります？本日おすすめですか？そう。鷹山のこれめちゃくちゃいいんですよね。純米大吟醸。極み、千葉の木のエネですね。それ木のエネさん？はい、木のエネ